はい、どうもトンボです。今回は9秒でレベル30に到達するアルマジロ式経験値トラップを作っていきたいと思います。特徴1、シルバーフィッシュを4方向へ分散させてすぐに倒すことで処理を高速化。アルマジロを11体配置しても重くならず処理が追いつくようになりました。特徴2、レベル30までわずか9秒。一度使えばレベルが0から88に到達します。特徴3、アルマジロをサボテンから離すことで装置のオンオフが可能に。シルバーフィッシュの発生をコントロールできるので、マイクロが固まる、落ちるなどの事故を未然に防ぐことができます。経験値量を限界まで引き上げて、かつコンパクトにしていますので、ぜひ参考にしてくださいね。それでは本日もレッツポンポン。今回使った材料はこちら。トライデントは8本、水星特攻はついてなくても大丈夫です。アルマジロは11匹。スイッチやスマホ、タブレットなどで重くなる場合は減らして調整してください。トラップドアはトライデントを差しやすくするために多くのトラップドアを準備してください。不透過ブロックにクォーツブロックを使っていますが、シルバーフィッシュに虫食い状態にされないブロックであれば何でも OK。 代用品としては滑らかな石、安山岩、戦力岩、花崗岩などがおすすめです。虫食いのスプラッシュポーションは少し多めにご準備ください。装置のサイズは 5×5、 地面から下は最大4マツの深さが必要です。ではまずは地面を横5、奥行き5、深さ2で振り下げていきます。ここから1、2、3、4、5、次はここから2、3、4、5。できたらこれを基準に四角くしてもう1マス掘り下げていきましょう。次は中央をさらに横3、奥行き3、深さ2で掘り下げます。まずはこんな感じで中央に 3×3 で掘って深さ2マスにしていきましょう。次は砂、サボテン、トラップドア、ディスペンサーをこのように設置します。ディスペンサーの向きは下向きです。まずは中央のここを掘って砂を置いてサボテンを設置したら上にトラップドアを乗せます。次はトラップドアの上に仮ブロックを1、2個置いてこの位置にもポン。できたら下から見上げながらこの位置にディスペンサーを設置。アイテム吐き出し口が下にあるのを確認しておきましょう。置けたら仮ブロックは撤去して OK です。次は装飾用不透過ブロックと装飾用ハーフブロックをこのように設置します。まずはサボテンを壊さないようにこことこことこことここに不透過ブロック。次はハーフブロックを下付きでこことこことこことここに置いてください。次はフェンスをこのように置いて水を入れます。フェンスは角の不透過ブロックの上ですね。このように4箇所置いてあとは水を流して水没させていきましょう。次はトラップドアをフェンスの上にこのように設置します。トライデントがめり込まないようにプレイヤーが南を向いた状態で置いていく点に注意です。まずは石レンガを置いて上の模様が逆さまの T の文字になるように向きを南に変えてください。できたらその向きのままフェンスの上にトラップドアを置いていきましょう。次はホッパー、チェスト、レッドストーンランプ、レバーをこのように設置して虫食いのスプラッシュポーションの投入口とディスペンサーが動作するようにしていきます。まずはこちら側に回ってディスペンサーの側面に向けてホッパーをポン。向きはこちらですね。次はチェストをホッパーの上に設置。その手前にレッドストーンランプを置いて上にレバーを取り付けておきましょう。次はガラスを2段でこのように置いてアルマジロを入れる穴を作っていきます。ガラスはこことこことここに2段で置いてください。次は的ブロックと装飾用不透過ブロックをこのように設置します。的ブロックはトラップドアの横の位置にこのように設置して、あとはこの位置から不透過ブロックを置いてぐるっと隙間を埋めていってください。次は今置いたブロックの上に下付きハーフブロックを置いていきます。この位置からぐるっと置いていってここまでですね。次はこのように深さ2マスで掘り下げて回路の置き場を作ります。まずは左上のこの位置から1マス手前からこのように深さ2マスで装置の周りを掘っていきここまで掘り下げます。次は装置中央からまっすぐ手前を見てこの位置から深さ2マスでさらに1、2と掘ってあとはこの位置も掘っておいてください。はい OK。 次は回路です。不透過ブロック、コンパレーター、ダストをこのように設置します。コンパレーターはモードを切り替える点に注意です。まずはこの位置に不透過ブロック、その手前にこの向きでコンパレーター。次はダストをこことこことここに置いたらコンパレーターを1回クリックしてモードを切り替えます。あとはダストをここから伸ばしていってここまで。次はここから伸ばしていってここまで置いてください。次は掘った穴を埋めてレッドストーンランプとレバーを設置します。まずはこのダストに向けてレッドストーンランプを設置。上にレバーを取り付けます。あとは穴をどんどん塞いでいきましょう。ではここで動作チェックです。このレバーをオンにするとこのように装置内のトラップドア4つがパタパタと開閉しているのを確認しておきましょう。
次は仮ブロック、トラップドア、名札を使ってゾンビを穴に落とし、名前をつけて格納します。まずはレバーから1マス離したこの位置を1、2、3と深さ3で掘ったら、トラップドアを置いて開いた状態にしておきましょう。あとは高さ2マスの壁をこのように仮ブロックで作っておいてください。準備ができたら夜間ゾンビを連れてきて、こんな感じで穴に落としたら、名札で名前をつけてデスポンしないようにしておいてください。ここまでできたらトラップドアは撤去して穴を塞ぎ、仮ブロックも撤去してもらって大丈夫です。次はアルマジロ11匹を装置に入れていきます。アルマジロは事前に近くで繁殖させておくと良いですね。ではまずトライデントを入れるところに落ちないように、一旦仮ブロックをこのように4箇所置いておきましょう。準備ができたらアルマジロを首紐などで連れてきて、穴の手前で首紐を外してこのように丸まったら押して穴へ入れてください。あとはこの作業を繰り返して計11匹アルマジロを入れてください。アルマジロを入れたら仮ブロックは撤去して OK です。次はアルマジロを持ち上げてサボテンから離すための粘着ピストンをこのように下向きに設置します。まずはこの位置から仮ブロックを1、2、3、4と積み上げて、上を見上げながら3段目の仮ブロックの横に粘着ピストン、このように下向きに置けたら、次は4段目の仮ブロックの横に通常ピストンをポン。ここまでできたら通常ピストンにボタンなどをつけて動かして粘着ピストンを下に下げます。まずは1回目、間に仮ブロックを置いて2回目、さらに間にブロックを置いて3回目。この位置まで粘着ピストンが下がれば OK です。仮ブロックやピストンは撤去してください。次はトライデントを刺していきます。シルバーフィッシュはハーフブロックの壁側のこの位置に集まるので、トライデントを刺す位置はここになります。トラップダウンの模様を見ながら刺していきましょう。まずはこちらからちょうど奥のトラップドアの穴の中に入るようにこのように刺します。今度はこちら側、穴の中心を狙ってあとは同じ要領で合計8箇所にトライデントを刺していきましょう。全て刺し終えたら一旦このレバーをオンにして全てのトライデントが同じ方向を向いた状態になるか確認しておいてください。トライデントが向きを変えない場合はうまく刺せていないので刺し直しをしてくださいね。次は虫食いのスプラッシュポーションを入れていきましょう。チェストを開けて適量入れておいてください。はい、これで装置の完成です。では最終テストです。まずはこのレバーをオンにしてトラトラの動作を開始。次にこのレバーをオンにすればアルマジロが下に下がり、ディスペンサーから虫食いのスプラッシュポーションが吐き出され、大量に発生したシルバーフィッシュが各方向のトラトラでどんどん処理されていきます。3分ほど経つとポーションの効果が切れて処理が完了。レベルは88前後まで上がりますね。このように動いていれば OK です。ちなみに経験値を入手し始めてからレベルが30になるまでの時間は約9秒です。スイッチやスマホ、タブレットなどで重たくなる場合はアルマジルを少し減らして調整してみてくださいね。最後に使用上の注意です。装置を稼働したままログアウトしたり、ゲートを使ったり、遠く離れたりするとこのようにトライデントがめり込んで処理ができなくなるので注意してください。もしトライデントがめり込んだ状態で装置を稼働してしまうとどんどん重たくなってしまうので、重たくなる前にこのレバーをオフにしてシルバーフィッシュの発生を止めるようにしてくださいね。ちなみにこんな感じで溜まってしまっても少し待つと窒息ダメージで大部分を倒せるので、無理に手動で倒そうとしなくても大丈夫です。はい、今回は9秒でレベル30に到達するアルマジロ式経験値トラップを紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。ではまた。